はいどうもチートンです。今日はみんな大好きぬるぬるネバネバの自然薯掘りにやってきました。自然薯は野山に自生している山芋のことなんですけど、ハート型の葉っぱを探すと見つけることができます。ちなみにここは以前竹酒をやった竹林で、この竹は節が二重になっているのでマダケですね。春になったらここでマダケのタケノコも掘ろうと思います。前に何回かね、あの上の方で山芋のつるを見てるんですよね。ちょっと行ってみましょう。よいしょ。ゴラセット。あったあった。これは僕が仕掛けているイノシシと小さめの鹿用の箱罠です。今ちょっとセッティングしてみたんですけど、ここの糸に獲物がぶつかるとこんな感じで扉が閉まります。狩猟免許の試験に合格すれば誰でも狩猟を始めることができますので、興味のある方はググってみてください。ちなみに鹿やイノシシって1990年頃と比べるとこんな感じで増えています。皆さんなんとなくこんな風に思っていませんでしたか？環境破壊によって野生動物の生息数は減っていると。実は森林の面積って昔から大きな変動はなくて、むしろ日本が木材資源を海外輸入に頼るようになってから資源量としては増大しています。そういったこともあって山を生息場所とする鹿やイノシシは増えてきました。一部では日本オオカミの絶滅や猟師の減少が鹿などの個体数増加の要因だとする説もありますが、オオカミ絶滅の時期と鹿などの個体数増加のタイミングは100年近くずれているし、鹿などの駆除数の推移はほぼ右肩上がりなので、その説は否定されることになります。もし毎年数十万頭の駆除活動をしなかった場合、鹿とイノシシは山の資源を食い尽くし、ハゲ山では土砂崩れや生態系の破壊が起こります。人間風に言うと環境破壊ですね。動物も増えすぎると環境を破壊します。いやそんなことよりもね、今回は自然薯掘りなんですけど、こういうところに自然薯のつるが結構生えていたりするんですけど、あったこれこういう感じのハート型の葉っぱです。ただこれは鬼どころですね。毒ありです。鬼どころの葉っぱは少し縁が波打っているのと、葉っぱが五星といって交互に出ているのも特徴なので、覚えておくと便利です。自然薯はもう少しスマートな葉っぱです。ありました。このスマートなハート型の葉っぱで体勢といって、同じところから葉っぱが2枚出ているのが特徴です。あとつるの巻き上がり方が右肩上がりです。こっち向きにね。実はこれ結構覚えておくとよくて、自然薯も若いうちは葉っぱが五星、つまり交互に出ることがあるので、山芋を鬼どころと勘違いして機械損失することがあります。まあ鬼どころを自然薯と間違えるよりはいいですけどね。そして決定的な違いはこのムカゴは栄養生殖といって親と同形質、つまりクローンとなります。あと山芋はこんな感じの花を咲かせ有性生殖も行うハイブリッド植物です。よいしょ。ムカゴゲット。このムカゴは小さな山芋なので美味しく食べることができます。これが地面に落ちると種芋としてここからまた山芋が育ちます。少しね自然に返しておきましょう。でっかい山芋になっておくれ。じゃあこれだけ持ち帰ります。ここだ。ありました。つるをたどったらここに根元が入っています。ここを掘れば待望の自然薯が眠っています。ちなみにキノコ狩りや山菜狩りがそうであるように、自然薯掘りも他人の土地で勝手にやると違法になるので、自分の土地でやるか許可をもらってやるようにしましょう。ということで掘っていく。よいしょ。ここだな。よいしょ。すごくいい斜面に生えています。自然薯はね、北向きの斜面に生えたりするんですけど、ここは北向きではないですが、北向きと同じ条件が揃ってますね。竹林で強い直射日光が当たらず、地面がねいい感じに湿ってます。大量の水は嫌うんですけど、水が流れてくれるような場所に生えてますね。竹の根っこがすごいな。掘った穴は必ず最後に埋め戻すので、土はしっかり取っておきましょう。うわ、切れちゃった。ハムストがつる。自然薯が出てきました。折らないように気をつけながら掘っていきます。この竹の根っこが結構邪魔ですね。取れた。山芋出てきた。いやー、終わったけどっていうこと？嘘でしょ。そんなことある？これ去年の芋？いや、綺麗だな。ポコって取れておしまい。つるが繋がってたのはこいつだけ。その周りに広がってないってことはこれでおしまいだ。気を取り直して、ここにね2本入ってるんで、ここ掘ってみます。でもな、似たようなつるかもしれんなこれ。はい、今ねここに種根というか栄養吸収根があります。栄養吸収根がねめちゃくちゃ小さい。芋が育ってなくてもおかしくないですね。ちょっとね試しに掘ってみましょう。またちっちゃい。これは1年生かな。去年落ちたムカゴがここで育ったのかもしれないですね。もう休憩。ファイヤー。いただきます。うまそう。いただきます。
うめえ。うまい。新しくつるを見つけて掘り始めました。20センチぐらい掘ったとこなんですけど、今までとは違う感じがしますね。楽しみ。いい感じ。だんだん太くなってきています。あ、やっちまった。折れちゃった。くそー。でもね、見て見て、ここにねちゃんとあります。うわ、取れた、取れた、取れました。自然薯の全貌です。いやー、思ったより小さかった。これとこれがこうなってこうですね。自然薯取れました。まあまあ今回はこんなもんでしょうということで帰宅。それでは早速食べていきたいと思うんですが、その前にこのムカゴを使って自宅で自然薯栽培をしたいと思います。自然薯栽培に準備するものは特にないんですけど、水はけのいい場所に種芋やムカゴを植えてください。なので今回はここに植えようと思います。この板上にね外すことができるんで、ここにずーっと長芋ができたとしても板を外せば簡単に収穫ができるので、ここにムカゴを埋めていきます。ちなみに自然薯や長芋栽培には波板栽培というのがあって、畑に波板を斜めに寝かせて、そこで自然薯や長芋を栽培することで真下に長芋が伸びず収穫が楽になるというやり方があります。それ結構ねいいんですけど、ここはねこんな感じで板を外すことができるんで、ここに植えていきたいと思います。数年間はムカゴの収穫を楽しんで、 3,4 年したらね長芋を掘っていきたいと思います。トリュフ栽培も気の長い話ですが、自然薯栽培もある程度ね根気が必要かなと思います。ちなみに野山で取ってきたムカゴを畑にまいといたら、つるがねわさーっと茂って 2,3 年経って収穫したらこんな感じでした。気の長い栽培でいうと、ここにねアボカドがあるんですけれども、昔アボカドもこんな感じで収穫したことがあります。割とこういう栽培が好きでいろいろとやっています。まずは自然薯をすっていくんですけど、この上の部分、ここは種芋になるのでポキッと折っちゃって、これはねまたあそこに植えておきます。で早速すっていくんですけど、まずは自然薯のひげ根を焼き切っていきます。もっと太い自然薯だったら皮を剥いてもいいんですけど、今回ね細かったんでひげ根を焼いて皮ごと使っていきます。今回の料理は全部皮を剥かずにやっていきます。ちなみに自然薯ってすごく匂いを吸いやすいので、時々ものすごく土臭い自然薯があったりします。そういう時はね皮を剥いて食べた方が美味しく食べられます。そういう風に匂いを吸いやすい自然薯なんで、こうやって栽培する時も動物の糞などの堆肥は絶対に入れちゃいけません。牛糞とかトン糞とか鶏糞とかね、そういうのは混ぜ込むと自然薯が臭くなります。はい、ひげ根がなくなってツルツルになりました。それでは早速すっていきます。すごいネバネバ。長芋とは違いますね。ちなみに自然薯は野山に生息する山芋のことなんですけど、山の芋か山の芋属山の芋なんですけど、長芋は山の芋か山の芋属長芋といって、山芋と長芋は別種になります。長芋はねここまでネバつかないんですよね。自然薯のネバつきは喉を詰まらせるほどのネバつきです。なんでねとろろご飯とかにするときは割と出汁で伸ばしたりして使うのが一般的かなと思います。折れちまうんで、こっちでやるか。やっぱり一通りすり終わったんで、すり鉢ですっていきます。すり鉢ですることでより滑らかに粘り強くなります。すり終わりました。見てこれ、ほとんどお餅。長芋の粘りとは全く違いますね。下手すりゃ窒息するんじゃないかっていう粘りです。今回ねいろんな食べ方でやっていきたいので、すったものをそのまま食べるのと全然落ちない全然落ちてくれない。ザ・自然薯の粘りですね。これは醤油でそのまま食べるようにして、こっちはねとろろご飯用にだしで割っていきたいと思います。ちょっとね量が少ないんで卵は1個使わずにやっていきます。それでこれおだしです。根気よく混ぜていきます。すごいいい感じ、ふわっふわ。だしと卵をしっかりと入れたにもかかわらずこの粘つきです。うまそう。まずは2品完成しました。続いて海苔巻き揚げを作っていきます。海苔巻き揚げはね自然薯を切って海苔に包みます。揚げていきます。自然薯はもともと生で食べられるので、いい感じの焦げ目がついたら引き上げて大丈夫です。うまそう。完成。いい感じに揚がりました。しっかり油を切りましょう。熱々のうちに塩をかけておきます。最高。続きましてムカゴを茹でていきます。こんなもんでいいかな。
まだムカゴを種芋として巻きたい場所があるので少し取っておきます。ムカゴが茹だるのを待つ間に自然薯のざく切りを作っておきます。はい、もう一品できました。ムカゴが茹で上がりました。オッケー。熱々のうちに塩をまぶしておきます。よし、料理が揃いました。それでは大地の恵みに感謝していただきます。自然薯からこんなに料理ができました。めちゃくちゃ美味しそうですね。早速食べていきたいと思います。まずはね、ざく切りからシンプルで美味しいですよね。いただきます。うまい。サクサクの歯ごたえと噛めば噛むほど優しい香りと甘みが口の中に広がって癒されます。うまい。皮を剥かないで食べてますけど全然気にならないですね。うまい。吸ってないのでそこまで粘つきはないんですけど口の中でヌルヌルっとなって喉越しも爽やかです。うまっ。続いて自然薯の海苔巻き揚げ。これ実は初めてです。いただきます。ホクホク。自然薯特有の粘つきはなくなるんですけどホクホクで風味豊かでこの海苔がまた香りがいいですね。で塩をつけたでしょ。これねめちゃくちゃあれが飲みたくなります。デンバドワイザー。いただきます。うめえ。これうまいわ。この自然薯のホクホク感と海苔の香りと塩気めちゃくちゃ最高。うますぎ。続いてムカゴ。これは子供の頃からよく食べてました。いただきます。安定のムカゴ。塩加減最高にちょうどいい。うまい。美味しい。頑張って掘った甲斐がありました。本当にちょっとした自然薯だったんですけどたっぷり料理ができました。最高すぎる。続いてネバネバにすった自然薯。醤油をチュチュッとかけていただきます。お餅やばいねこれ。いただきます。危ない。うめ。自然薯のいいところ全部出てます。粘つきとね、喉越しと鼻から抜ける香り、もう自然そのものって感じですね。いや贅沢すぎる。続いてとろろご飯やっていきます。落ちない。スライムみたいだな。うまそう。いただきます。うまっ。これは旨味の暴力だよ。自然薯の粘つきと黄身のコラボレーション半端ないです。また出汁が入ったことによってね本当に風味豊かでめちゃくちゃうまい。こんなにうまいのやばいでしょ。喉越しもいい。うまい。いただきます。いや粘つきすごい。出汁で伸ばしてるんですけどそれでも口の中でまとわりつきますね。この粘りめっちゃパワーつく。自然薯掘ってる時かなり疲れたんですけど超回復してさらに強くなりそうです。やば。いやーうますぎ。止まらん。自然薯舐めてました。こんなにうまかったっけ。子供の頃に何回か食べたことあるんですけどちょっとこれは記憶を上書きしないといけないですね。めちゃくちゃうまかったです。粘つきと旨味濃厚なんですよね。いやー最高すぎました。これ本当は全部食べたいぐらいなんですけど子供たちがちょうど帰ってきたんでおやつにあげたいと思います。ということで今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタンを押してください。めちゃくちゃ励みになります。そしてまた次の動画も見たいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。バイバイ。